にじみすぎ。うまく描けない。水墨画の動画、にじみすぎ、攻略法。攻略法その1、にじみの少ない和紙選び。和紙の種類には、代表的なもので、螺旋紙、唐紙、麻紙、鳥の子紙などがあります。原料や産地、製造法により分類すると、一説では何万種もあるそうです。今回は、にじみに焦点を置き、和紙によるにじみの違いを見てみましょう。はじめに、にじみの多い和紙です。筆を置くとすぐに、じわじわとにじみが広がります。次に、にじみの少ない和紙です。先ほどと比べて、かなりにじみが控えめです。並べて比較すると、にじみの違いがより理解できます。和紙によってこれほどにじみの量が違います。それでは、にじみの少ない和紙とは、どのようなものでしょう。和紙の表面に違いがあります。表面がザラザラしている和紙は、にじみが多く思います。反対に表面がすべすべした和紙は、にじみが少ないように感じます。つまり和紙表面が滑らかであれば、それほど水や墨にも滑りが良いということです。そこでおすすめの和紙は、書道用の和紙です。特に、仮名文字用の和紙はおすすめです。一つ注意点として、仮名文字用和紙は厚さが薄いものが多くありますので、厚みのあるものを選びましょう。一般販売されている安価な水墨画和紙は、にじみが多い和紙が多く、初心者には描きにくいものが多いようです。一方で、仮名文字用の和紙は、小さい仮名文字がにじみで潰れないために、にじみが少なくできていて、水墨画の初心者にも適していると思います。水墨画和紙、仮名文字用和紙を比較すると、墨のにじみ方の違いがよくわかります。自分に合った和紙に出会うことは、時間やお金、労力がかかるかもしれません。しかし言い換えれば、和紙はそれほど特徴、多様性があり、幅広い表現ができる可能性の宝庫だとも言えます。あなたの和紙ファイルを作ると良いでしょう。実際に和紙に描き、感触を感じ、あなたの和紙ファイルを作ることが、たくさんの和紙を知るきっかけにもなります。
お店によっては和紙のサンプルをいただけます。気になる和紙サンプルを集め、ファイリングしてみましょう。きっと、あなたの作品作りの役に立ちます。にじみすぎ攻略法、その2、動作液の使用。ここからは、和紙選び以外の、にじみ攻略法を簡単に2つご紹介します。1つは、にじみ止め液を使用する方法です。にじみ止め液を水墨に混ぜ、使用します。あらかじめ紙自体に動作引きした和紙も販売されています。普通の和紙より少し高価になりますが、動作引き和紙はにじみの少ない和紙です。もう一つは、にじみを生かす描き方です。和紙の特徴でもある、にじみを生かし、洋紙とは違う魅力ある作品作りができます。多くの和紙職人の方々が丹精込めて作った様々な和紙。水墨画制作は、墨、和紙、筆など、たくさんの職人との共同作業でもあります。様々な職人の方々とコラボレートを楽しみましょう。攻略法の2と3は簡潔な説明にしました。もし今回の動画が皆様のお役に立てていて、制作時間が取れるようでしたら、攻略法2と3の詳細動画も制作検討する予定です。お一人でも水墨画を楽しむ方が増えましたら幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。